はい、趣味でいじる車とかを動画で残していくチャンネル、エンジョイカーライフ東京です。以前は自分の W124 の AMG を紹介しましたが、今日はもう一台別で所有している W123 のワゴンの紹介をしていきたいと思います。この車は以前から紹介している W124AMG に加え、もともと持っている車になりますが、この車自体割と最近手に入れた車です。この車は中古並行車ですが、もともとどこにあった車かは分かっていません。平成元年に日本に輸入されたということは分かっています。おそらく年式は1985年ではないかと思います。モデルは 230TE というもので、おそらく日本には 280TE が数多く存在していますが、2300cc の 230TE はかなり珍しいかなと思います。当時、日本の柳瀬の W123 のワゴンのディーラー車はディーゼルのみで、今日本にあるガソリンの W123 のワゴンは全て並行車です。ディーゼル規制で首都圏で W123 のディーゼル車は乗れなくなっているので、市場でもかなり弾数は減ってきていると思います。色はチャイナブルーという W123 の人気のある色になっています。チャイナブルーは実はレディー・ガガで人気が出ました。レディー・ガガが乗っている W123 はこのチャイナブルーで、海外でもレディー・ガガと同じ車というところで人気が出ています。僕自身もこのブルー系の色でいい W123 があったらいいなと結構長い間探していたところで、ようやくこの車を見つけました。ちなみにこの車はだいぶ前にオールペイントされているようで、年式の割に塗装はかなり綺麗です。外装も見ていただくとわかるように、前のオーナーが後部のガラスにブルー系のフィルムを貼って結構いい感じに仕上げているように思えます。走行距離に関してももう20万キロ超えとなっていますが、とても外装は綺麗です。ただ、ずっと室内保管というわけではなかったので、クロームパーツなんかは少し曇りが出てきているように思えます。ランプも比較的綺麗な感じで純正のボッシュのものがついています。タイヤについてはホワイトリボンタイヤがついています。このホワイトリボンタイヤも絶版になったり再販したりと、最近は少し手に入りにくいです。青いホイールキャップもついています。天井は比較的綺麗な状態かなと思います。ただ、ルーフキャリアのレールは年式相応に曇りが見られますね。この車は TE というところで、後ろはかなり広いスペースが確保されています。室内は年式の割に比較的綺麗な状態です。内装色がベージュなので、ブルーにもかなりマッチしているのがいいかなと思います。国内のディーラー車ですと、青系のファブリック系の内装が多いように思います。ここは後からバックモニターカメラが付けられています。ドアを開けるとなぜか後部座席の灰皿が少し高い位置についています。W123 にしてはかなり珍しい仕様な気がしています。あとシートもベージュで、これもおそらくオリジナルではないかなと思います。窓は手動で開け閉めするタイプになっています。これも国内のディーラー車だと少ないパターンですね。ここは助手席です。ダッシュの中にはカーナビの本体が入っています。ここのダッシュボードはカバーがついています。実はこのダッシュボード、W123 にしては珍しく全く割れがないという素晴らしいコンディションです。機関類ですが、メーターは 27,211 キロを指しています。燃料計が左にあって右が時計です。この年式の W123 ですと、右側にタコメーターがついているケースが多いように思いますけども、これも並行車だからでしょうか。ここのカーナビは後付けでインダッシュのものがついています。このセンターコンソール自体、形状がかなり特殊なものになっています。あと、これを押すことによってカーナビの画面が出ます。この特殊なセンターコンソールは今まで見たことありませんでした。
調べると海外の 300D などのタクシーなどで同じような形状のコンソールが見受けられます。このスペースもまさに不思議で、昔のタクシーのモデルではここに無線が装着されていたりもします。窓のスイッチはここです。ここを押すと窓が閉まります。ウインカーのスイッチはここにあります。本来もともとは手動で開け閉めしていたと思います。電動の窓を後からつけたため、窓のスイッチの場所が他の W123 と異なります。ウインカーも本来はシフトノブの後ろあたりについているケースが多いです。あとクーラーは後付けでスイッチを入れたり切ったり手動でエアコンをつけたりします。どうやらもともとこの車はエアコンがない仕様の車だったようです。さすが並行車でかなり色々と特殊な仕様が見られるなと思います。230TE というところも含めて、当時は廉価版として海外の特定の国で売られていた車を発売後数年してから日本に並行輸入したのではないかと思います。次はボンネットの中を見ていきたいと思います。これは 230E のエンジンです。エンジン自体は調子がいいのですが、見た目はやはり年式相応に思えます。またかなり振動も出てきているように思います。 230TE というところで小さめのエンジンということですが、実は走行していると280と加速した感じはあまり差がないように思えます。おそらく重量が 230E のエンジンの方が軽いからかもしれません。ここは並行車というところでプレート類はここにあります。そんなところで今日はかなり大雑把にこの車の紹介をしました。この車自体はそこまで直したり手を入れたりすることはないんですが、また動画で紹介できそうなものについては取り上げていきたいと思います。また今度走行時のインプレッションについても紹介していく予定です。また今後も趣味の車について引き続き YouTube に上げていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。